はい、健康生活チャンネル、ファスティングマイスター兼健康美容食育士の海老原貴弘です。今回は夏野菜、トマトのすごい健康美容効果についてお伝えしたいと思います。で、そろそろね、夏の暑さになってきたところで、トマトが旬に入り、安くなってきましたよね。そこで、ぜひ今年はですね、トマトを毎日食べて、より健康な体を作っていただきたいと思って、この内容にしました。トマトの健康効果はとてもすごくてですね、多くの研究の結果からすごい効果があることが分かっていますし、お医者さんもね、多くの方が摂ることを勧めています。今回はそんなトマトの健康効果や美容効果などもお伝えしますので、夏を楽に健康にきれいに過ごしたい方はぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。また今回の内容は全文字幕をつける予定ですので、文字でご覧になりたい方は字幕をオンにしてご覧になってください。ということで、夏野菜トマトのすごい健康美容効果についてお伝えしたいと思います。で、トマトというのは原産が南アメリカのアンデス山脈高原地帯でナス属の植物なんですね。ですからトマトってね、ナスの一種なんですよ。ですのでね、日本語の別名は赤ナスというふうにこういった名称もついてるんですね。意外ですよね。ナスなのかよと思いますけども、ナスなんですよ。赤いナスなんですね。で、トマトの旬は7月から8月で、旬に近づいていくほど美味しくなりますので、今はね、まだ6月ですが、もう旬にだいぶ近づいてるんですね。もうトマトは十分に美味しい時期に入ってきています。で、旬の食材というのは多くの農家さんが出荷しますから、商品が余る傾向にあることから安くなるんですよね。しかし、旬の食材の方が栄養価が非常に高いですので、ぜひ旬の食材を取っていただきたいものなんですね。で、今はね、技術の発達によって秋とか冬でもどんな食材でも手に入るものですけども、高い上に栄養価が低いわけですから、いくら健康効果がすごいものだからといっても、旬ではない食材を一年中食べ続けるのはあまり効率のいい取り方ではないんですね。でね、そのトマトの栄養価も旬でだいぶ変わってくるんですけども、特にですね、トマトの栄養価について調べた研究があって、例えばね、ベータカロテンといって、ビタミン A に代わって働く栄養素がありますが、これは旬ではない時期に比べて、旬のものは約2倍ものね、含有量が増えるという結果が出ているんです。で、また、今が旬ではないですけれども、同じ調査によってね、ほうれん草も調べられているんですけども、ほうれん草もね、その旬ではない夏に比べて、旬である冬はですね、約3倍にも増えることが分かっているんですね、栄養素がね。ですから、これぐらいですね、その旬の食材というのは栄養価に優れていますので、ぜひ旬である今、トマトを食べないというのは非常にもったいないことなんです。で、じゃあなんでこれほどですね、トマトを推すのか、その理由の部分であるトマトの効果についてお伝えしたいと思います。で、まずですね、トマトのすごい効果の一つ目は、まずはベータカロテンです。で、これは先ほどもご紹介しましたが、体が必要としている時にビタミン A に代わって働きを補ってくれるという栄養素なんですね。ですから、ビタミン A の取りすぎを心配しなくてもいいというメリットがあります。ベータカロテンとビタミン A は目や皮膚の粘膜を健康に保ったりだとか、抵抗力を高めるという働きをしていますね。で、次にトマトのすごい効果の2つ目はビタミン C です。で、トマトはですね、ビタミン C がとても豊富で、トマトをね、1個食べると1日の必要量の半分のね、ビタミン C を摂取することができるんです。で、特に赤く熟したトマトはビタミン C の含有量も増えていますね。で、ビタミン C は美容ビタミンとも呼ばれていて、コラーゲンを作るためにね、役立ちますので、肌とかにね、あるコラーゲンを作ることができるんですね。なので、顔とかをね、肌の張りを保つために必須なものになります。で、美容面ではさらにですね、シミやそばかすを薄くしたりだとか、肌のたるみやシワ予防を改善したり、ニキビを予防したり、乾燥肌を防ぐなど、綺麗になりたい女性にはね、とても嬉しい効果がたくさんあるんです。で、他にもですね、ビタミン C は病気やストレスへの抵抗力を高めたり、鉄分の吸収を良くしたり、粘膜を強く保つという働きもありますね。で、さらにですね、ビタミン C は抗酸化作用もあることから、体の細胞を傷つけてしまって肌や髪を劣化させたり、内臓を弱らせてしまう活性酸素というね、ある意味その毒素であるような、こういった物質を無害な物質へと分解してくれますので、動脈硬化や心臓病とか脳血管障害などを予防したり、老化を防いでくれたりします。
で、トマトのすごい効果の3つ目はリコピンです。で、これはトマトの色素にもなっている栄養成分ですね。ですから赤く熟しているトマトほど多くのリコピンを含んでいます。リコピンはベータカロテンよりも強力な抗酸化作用があることが特徴になっていますね。ですから生活習慣病などの病気を防いだり、がんを予防したりだとか、老化を防いで若く保つなどの効果があるんですね。で、またリコピンはその強力な抗酸化作用によって酸化 LDL、酸化した悪玉コレステロールを減らす働きがあります。つまりはですね、動脈硬化を予防して血管が広がりやすくしてくれますので、高血圧を予防したり改善することができるんですね。ですから血圧が高い方にはね、トマトはおすすめの食材なんですよ。だからその高血圧の方はね、トマトを食べればいいっていうのはよく聞いたことありますよね。で、さらに高血圧の改善で言えばですね、トマトにはカリウムというミネラルも含んでいますので、詳しくはね、私の以前の動画でもお伝えしたんですが、カリウムが塩分を排出してくれる働きをすることから血圧を下げるという効果が期待できるんですね。で、カリウムについてと活性酸素についてですね、まだよくご存知でない方は、その情報と対策についてはですね、詳しく説明した動画のリンクを下の説明欄に貼り付けておきますので、リンクを貼り付けておきますので、興味がある方はね、そちらからご覧になってください。ですので、栄養素の面から見てもね、トマトというのはとても優秀な野菜なんですけども、研究からも数々のすごい効果が報告されています。で、まずアメリカにおいて、1986年から1994年までの8年間ですね、47,375名の男性を追跡調査した疫学研究では、トマト製品の摂取量が多いほど前立腺がんの発症リスクが低かったという報告があります。で、このね、これは前立腺がんに対する効果なんですが、がんに対する効果というのは他のがん全体にも効果があることが多いですし、そもそもリコピンというのはね、その強力な抗酸化作用があって、これはがんに対して効果があるものですので、この研究からもね、トマトががんに効果があるというのは、可能性は高そうだなということが分かります。で、また高血圧への効果も確認されていて、イスラエルのネゲブ・ベン・グリオン大学というところで行われた研究では、高血圧の方がトマトを食べることで血圧が低下したという結果が出たんですね。で、他にもですね、アイルランドのクイーンズ大学で行われた研究によると、トマトのリコピンを摂取することで善玉コレステロールの働きを高めるために必要な酵素が増えていたという報告がありますので、リコピンが善玉コレステロールをね、働きを良くして動脈硬化を予防して脳血管障害であるとか心臓病のリスクを低下させるということに効果があるということが言えそうなんですね。で、さらにアメリカのケンタッキー大学の研究では、心不全の患者212名を対象に行った研究があるんですが、これではですね、トマトのリコピンの摂取量が多いほど生存率が高いということが明らかになって、リコピンの摂取量が少ない患者は多い患者と比較すると死亡リスクがなんと 3.3 倍にまで上昇するという結果が出ているんです。ですからトマトをちゃんと食べていないと死亡リスクが 3.3 倍にもなるよという、すごい結果が出てるんですね。で、また脳血管障害リスクにおいては、東フィンランド大学が46歳から65歳の男性1031名を 12.1 年間追跡調査した研究において、トマトのリコピンの摂取量が多い男性は少ない男性に比べて脳卒中の発症リスクが最大 55% も低下したということが分かったんですね。ですからちゃんとトマトを摂っていないと脳卒中にもなりやすいよということも分かるんです。そして調理法まで研究したものがあって、スペインのバルセロナ大学医学部の研究チームがですね、平均年齢28歳の男女40名を対象として行った比較研究では、トマトをオリーブオイルを使って調理した食事を行った場合に、総コレステロール値が最も低下することが明らかになりました。ですからトマトを摂るのであれば、オリーブオイルで煮たりとか炒めたりとか、オリーブオイルを使ったドレッシングをかけていただくとか、オリーブオイルと組み合わせた取り方というのがいいんですね。で、このように栄養素の面だけ見てもね、トマトというのは超優秀な食品なんですが、数々の研究において科学的にその健康効果が支持されているのが、この夏野菜のスーパーフードトマトなんですね。いかがですか？これだけいい効果があれば、あなたもね、トマトを食べてみたいというふうに思っていただけたんではないでしょうか。でね、もしトマトをね、食べてみようかなと思っていただけたら、1日の摂取量の目安は 250g から、500g くらいなんですね。ですから大体ね、2個から3個ぐらいという量が目安になります。
でまたトマトの調理方法なんですけども、さっき言ったように生のトマトにオリーブオイルのドレッシングをかけていただく方法は、ビタミン C がね熱で壊れずに済みますので、ビタミン C から見ると結構いい取り方なんですよ。だから生でも取っていただきたいんですね。しかしトマトのリコピンは加熱することによって効果が増すという珍しい野菜ですので、生で取ったり加熱して取ったりするなどバリエーションを持たせてほしいんです。で例えばですね、トマトのスープにしてもねいいですよね。そうすると水溶性ビタミンのビタミン C はスープの中に溶け出しますけども、スープだったらですね汁ごとまとめて取れますので、ビタミン C の取りこぼしがなくなります。ですがもっともっと効果的なのは玉ねぎであるとかニンニクなどと一緒に調理することなんです。こうすることでトマトのリコピンの比率はですね、生に比べて約4倍にも増えるということがね、研究報告から分かっています。だからトマトはね、そのニンニクとか、玉ねぎですね、これだと相性がいいんですね。で、トマトを加熱してニンニクとか玉ねぎと調理するというと、何だか分かりますか？よくね、そのパスタであるとか、そうですね、ハンバーグにかけたりだとか、よくしてますけれども、これね、トマトソースなんですよね。で、こうすると、リコピンの抗酸化作用がとても効率よくいただけますので、体の老化を防いでくれて、健康的にも美容的にもとてもプラスになります。で、例えばね、そのヘルシーな料理で言えば、鶏肉とトマトソースであるとか、トマトソースリゾットを作るとか、トマトソースってね、結構いろんな料理に応用できますので、ぜひ試してみてください。で、これらの季節にね、トマトというのはとても健康効果や美容効果があって、安いし美味しいですので、ぜひたくさん取っていただきたい食材なんですね。だからといって、そのトマトばかりだと栄養は偏ってしまいますので、他の野菜もね、いろんな野菜を混ぜながら食べていただく必要はありますけれども、ぜひね、今年の夏はトマトをたくさん食べて、健康で綺麗な体を作る夏にしていきましょう。私の生態やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログは下の説明欄のリンクからご覧になってください。今回の内容がためになったなと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。